ゼロから始める異世界生活は、主人公スバルが異世界に突然召喚され、死ぬたびに時間を巻き戻す、死に戻り、の能力を得ることから物語が展開します。この独特な能力は、スバルが困難に立ち向かい、失敗から学びながらも繰り返し挑戦する過程を描き、視聴者に予測不可能な展開を提供します。スバルが経験する精神的な苦痛と成長、そして彼の行動が異世界の運命に与える影響は、視聴者に強い衝撃を与えます。信頼していた人物が裏切り者であることが判明したり、救いたい人を守るためには想像を絶する犠牲が必要になるなど、予想外の展開がこのアニメの魅力を形成しています。イラララは東京の池袋を舞台に異能力者や非日常的な出来事が交錯するストーリーを展開します。このアニメの衝撃的な展開は多様なキャラクターたちの複雑に絡み合った関係性と秘密から生まれます。例えば平凡を望む高校生が実は都市伝説の首なしライダーとつながりがあったり、街の有力者が裏で糸を引いていることが明かされたりします。また物語は複数の視点から語られ、一見無関係に見える人物や出来事が次第に深く関わっていくことで予測不可能な展開へと導かれます。視聴者は各キャラクターの背景や秘密が徐々に明らかになるにつれ、驚きとともに物語の深みを実感します。彼方のアストラは宇宙を舞台にしたサバイバルアドベンチャーアニメで、逆要素が多くほんわかした雰囲気で展開されますが、物語が進むにつれて予想外の展開が次々と繰り広げられます。一番の衝撃はキャラクターたちが元の世界に戻る旅の途中で、彼らの存在自体が巨大な陰謀の一部であることが明らかになる点です。そして彼らが宇宙に放り出された真の理由が徐々に解き明かされるにつれ、個々のキャラクターの背景に隠された秘密や彼らの出身世界の衝撃的な真実が暴露されます。この連続するどんでん返しは視聴者を緊張感のある展開に引き込みます。彼方のアストラはただの宇宙冒険物語ではなく、友情、信頼、そして人間の強さを試す深い物語を描いています。約束のネバーランドは孤児院で幸せに暮らす子供たちの物語から始まりますが、序盤で彼らが恐ろしい真実に気づくことから衝撃的な展開が始まります。彼らの愛する母親代わりのキャラクターが実は子供たちを異形の存在への餌として育て上げていたことが明らかになります。この初期のどんでん返しはシリーズ全体のトーンを設定し、キャラクターたちのサバイバルと脱出計画に向けた壮大な物語へと導きます。子供たちの知恵と絆が試される中、絶望的な状況にもかかわらず希望を見出す彼らの旅は予想外の展開と心理的な戦いに満ちています。約束のネバーランドはその予測不可能なプロットツイストと子供たちの純粋さと残酷な現実との対比により視聴者に強烈な印象を与える作品です。進撃の巨人は人類が巨大な壁に囲まれた都市で巨人の脅威から身を守る世界を舞台にしています。主人公エレンを中心に人類の生存をかけた絶望的な戦いが繰り広げられます。このアニメの最大の衝撃は壁の中に隠された数々の秘密と人類と巨人の間にある深いつながりが徐々に明らかにされることです。キャラクターたちの背景や謎が解き明かされるにつれ、物語は予測不可能な方向へと進み視聴者を驚かせ続けます。進撃の巨人は単なるアクションやサスペンスを超え、人間性や自由、犠牲について深く掘り下げた物語です。東京グールは人間と彼らを狩るグールという2つの世界が共存する東京を舞台にしたダークファンタジー作品です。主人公の金木はある日グールに襲われるものの、偶然の事故でグールの臓器を移植され半グールとして目覚めます。金木の人間とグールの狭間での苦悩、そして彼を取り巻く人間とグールの複雑な関係性が物語をドラマチックに展開させます。特に衝撃的なのは金木のアイデンティティの変化、人間とグールの境界線に対する深い問いかけ、そして予想外の裏切りや絶望的な戦いです。東京グールは登場人物の心理描写が深く、視聴者に強烈な印象を残す展開が多いことで知られています。デスノートは一冊のノートが引き起こす正義と悪の間の壮絶な心理戦を描いたアニメです。主人公のライトが偶然手に入れたデスノートは名前を書かれた人間を死に至らしめる力を持っています。ライトはこのノートを使って犯罪者を次々に処罰し、新世界の神としての地位を確立しようとします。しかし
彼の行動は天才的な探偵エルによって追求されることになります。このアニメの衝撃的な展開は、ライトとエルの間の緊迫した心理戦、互いの正体を暴き出そうとする知略と策略が絡み合う部分にあります。視聴者は一進一退の攻防を目の当たりにし、どちらが最終的に勝利するのか予測がつかない状況に何度も置かれます。さらに、物語後半では新たなキャラクターの登場や予想外の展開が加わり、終始予測不可能なストーリーラインが繰り広げられます。デスノートは、その独特な設定と展開の読めないストーリーで、多くのファンを魅了し続けています。コードギアス反逆のルルーシュは、特殊な力、ギアスを手にした主人公ルルーシュが、強大な帝国に立ち向かい、世界の秩序を変えようとする物語です。ルルーシュが持つ人を操る力を駆使して起こす戦略的な反乱と、その過程での壮絶な心理戦が中心です。このアニメの衝撃的な展開は、ルルーシュが目指す正義と彼の行動が引き起こす悲劇的な結果の間に生じる葛藤にあります。彼はシリーズ作をはじめ、多くの人々と複雑に絡み合いながらも、時には冷酷な選択を迫られます。特に、最終回における展開は、多くの視聴者に深い印象を与えました。コードギアスは、終始予測不能な展開と、主人公の複雑な内面と理想が織りなすドラマで、アニメファンを魅了し続けています。シュタインズゲートは、偶然タイムトラベルの可能性を秘めた装置を発明した主人公岡部倫太郎とその仲間たちが織りなす物語です。序盤は日常的なエピソードが中心ですが、物語が進むにつれてタイムトラベルのパラドックスや理論が複雑に絡み合い、予測不能な展開へと突入します。特に、彼らの行動が未来に与える深刻な影響と、それを修正しようとする過程での苦悩や犠牲は、視聴者を強く引き込みます。愛と友情、運命に立ち向かう姿が心を打ち、最後まで高い緊張感と衝撃的などんでん返しを提供します。魔法少女まどかマギカは、一見すると典型的な魔法少女アニメのように見えますが、実際にはその予測不可能な展開とダークなテーマで知られています。物語は、主人公のまどかが魔法少女になることを提案されるところから始まりますが、魔法少女の世界が想像以上に残酷で複雑であることが徐々に明らかになります。このアニメは、魔法少女という存在の意味や、彼女たちが直面する運命の重さを深く掘り下げ、視聴者の期待を裏切る衝撃的な展開と、深い感情的なメッセージを持っています。特に、キャラクターたちが直面する壮絶な試練や、物語の核心に迫る大どんでん返しは、アニメのジャンルに新たな一面をもたらしました。寄生獣は、主人公の高校生、新一が、ある日突然、右手に寄生した知的な生命体、ミギーと共生することになります。人間を捕食する他の寄生生物との戦いが続く中、新一とミギーの関係は徐々に変化していきます。この物語の衝撃的な展開は、人間と寄生生物の境界が曖昧になることにあります。新一は人間らしさを保ちつつも、次第に非人間的な力を手に入れ、彼の人間性が試される場面が多く見られます。また、寄生生物と人間の間の倫理的な問いも重要なテーマとなり、視聴者を引きつける予測不可能な展開が繰り広げられます。日暮らしの泣く頃には、小さなひなみ沢村を舞台に繰り広げられる連続殺人事件とその謎を追う物語です。主人公、前原圭一とその仲間たちが、毎年同じ時期に起こる不可解な事件の背後に隠された暗い秘密を解き明かそうと奮闘します。このアニメの衝撃的な展開は、平和な村の日常生活が突如として恐怖に包まれる瞬間にあります。友情と信頼が試される中で、圭一たちの関係性が次第に変化し、彼らが直面する心理的な葛藤と恐怖が物語に深みを与えます。また、村の伝統や祭りにまつわる古い因習が事件に深く関わっており、その解明への道は予測不可能な展開に満ちています。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。